前向きにチャレンジする女性たちを応援する MBA チアーズチャンネル。今回はとうとう海外の MBA 女子の登場です。ではボストンから中継をつないでいます。まいちゃん、自己紹介お願いします。はじめまして、竹内まいと申します。今アメリカのマサチューセッツ州にあるボストン郊外のバブソン大学の MBA に在学中です。2020年の8月の終わりからに入学をしまして、今5ヶ月経ったところです。日本では公共政策の、マカイラというコンサル会社に勤務していまして、仕事も続けながら、MBA に通っています。よろしくお願いします。バブソン大学についてちょっと詳しく教えてください。できたのが1919年でロジャー・バブソンさんっていう起業家の方が作ったそうなんですけれども、アントレプレナーシップ教育では世界的に高い評価をいただいていて、US ニュースワールドレポートのランキングでいろんな分野別のランキングがあるんですけれども、アントレプレナーシップ領域だけは27年連続でナンバーワンという大学です。起業とか社内企業とか経営者の第2世ですね、親が、会社を持っててそれを継ぐ予定だっていう、第2世なんかが多かったりします。あと留学生比率も高いっていうところが特徴です。実際に今結構日本人もいらっしゃるんですか？日本人はですね、今年たまたま少なくて私ともう1人しかいないんですけれども、毎年5人から8人くらいは日本人です。卒業後はやっぱり2割の人が起業してるんですって。起業を志しているのでバブソンを選んだっていう人がものすごく多いですし、すでに直近1年から3年くらいで起業をしていて、さらにブラッシュアップしたいからバブソンに来たっていうもうすでに起業家っていう人もいますし、表出てるけどグイってスタンフォードより多いもんね、起業してる人がね。ハーバードの倍起業してますね。バブソン大学といえば、そうそうたる起業家を輩出されていますが、その中でも有名なのがやはり豊田章男さんですよね。で、豊田さんの出身校ということで、2019年バブソン大学ができてから100周年の記念式典でドーナツスピーチというスピーチをされたんですね。こちらとても有名なので一部ご覧ください。 I know that some of you may be sitting there stressed out about where you will work after graduation.You may be wondering what company will offer you a job. Well, let me take the worry off the table for you right now and offer each and every one of you a job at Toyota. I haven't actually cleared that with my HR department yet. When I was a student here, I found the joy.in donuts. American donuts are a joyful, astonishing discovery. I want to encourage all of you to find your own donut. I hope your era is one filled with beautiful harmony, much success, and many, many donuts. Thank you very much. そう、これね、私も授業で知って見たんだけど、もうちょっとはっきり言ってもう丸暗記したぐらい見た。でね、何がいいかというと、そのすごいネイティブな英語をね、話されてるわけじゃないんですよ、豊田さんがね。だけどすごい魂がこもってて、あとね、間が絶妙なのね。でもうみんな大喜びですよね、学生さんたちね。バブソンに行こうかなって考え始めた後でこれを見たので、より行きたいなっていう気持ちは強まりましたね、これ見て。実際他の国の学生さんたちも見てるスピーチだったりするんですか？このスピーチはもう多分大学生ほとんどというか多分みんな知ってると思います。実は私が選択した授業で、トヨタと連携している授業もあったりして、はい、なのでトヨタ自身も豊田章男さんの出身校であるっていうこともバブソンの何でしょう、一個有名な事実で、日本人としてはとても誇りだなと思ってます。続いてバブソン大学の教育方針をぜひ教えてください。
でバブソンではアントレプレナリアルソートアクション、略して ET&A という方法論というか信念みたいなのがあって、全ての授業に、これがインストールされています。で、どういうことかというと、始める、具体的なアクションを踏み出す、違いを生み出すっていうことが、いろんな全ての授業でも、全ての教授のコミュニケーションでも何かしら反映をされているというのが特徴かなと思います。例えば MBA の授業でも単に座学または、ケースをしたディスカッションをするだけではなくって習ったことを実際に、活かしながら、自分の、考えた授業に活かしてみるとか、習ったことを通じつつ自分の強みも活かしてどんな違いを生み出せるのかっていうことをディスカッションをしたりだとか、なので、全ての授業でこの始めるアクションに踏み出す、違いを生むといったこの3つが意識されているかなと思います。ちょうど今ねスタジオでねまいちゃんに借りた授業中の写真が見れてるんですけど、これ何してんの？阿波踊り？これまさにアントレプレナーシップの授業なんですけれども、授業の初めに毎回ダンスするんですよね。レッツダンスとかって言って初め 2,3 分全員でダンスをして体と頭をほぐして柔軟にしてから始まるっていう。面白い。これ日本でやったらどうなるんだろう。じゃあまいちゃんも踊ってんだこれ。はい、踊ってます。ズームだから切れる。やってみてどうですか？でも実際に本当に心と頭がほぐれる感はだいぶあってですね、私本当に英語が全然できないまま行ったので授業何言ってるか初め2割くらいしか分かんなかったんですけど、英語ができなくてもこの踊りくらいはできるので、そうするとそれだけでクラスに入れてる感ありますよね。英語できずに行ったっていうのは私すごい励みになるんだけど、英語は本当に3年前まで何も喋れなくって大学の時も、TOEIC300 点くらいでしたし、結構じゃあ行く前に英語、しっかりすごい準備されていったんですか？そうですね、MBA 受験にそもそも英語の点数を取らなきゃいけないので、足掛け3年くらいですけど、特に直近1年はものすごく英語を勉強して、それでもまだ全然喋れないし聞けないっていう感じです。コロナの時期に行ったもんね、まいちゃんね。すごいタイミングですよね。そうなんです。コロナなので毎週今週に2回コロナの検査を受けてて、で授業によってはオンラインだったり学校に行ける授業も人数制限があったり、それだって親御さんも心配したでしょ？それが本当に大変でですね、はい、激しい反対を受けて丸1ヶ月以上戦って、最終的になんとか許してもらってきたっていう感じです。バブソン大学の MBA になんで行こうと思ったんですか？ちょうどですね、2年前に JWLI っていうボストンで、フィランソロフィーとかソーシャルイノベーションを学ぶっていう日本人女性向けのプログラムに参加したんですね。そこでたまたま、1週間バブソンの女性向けリーダーシッププログラムに参加するっていうのが組み込まれていて、でこのバブソンで教えてるアントレプレナーシップっていうのが何も起業家に限ったものではなく、全ての働く人とか人生を豊かにしたいと思う人にとても重要な概念だなと。そのプログラムが1ヶ月だけだったので本当に足りなくてですね、でもう一回ここに戻ってきて、そのアントレプレナーシップとか経営をちゃんと勉強したいなと思ったのが2年前。そこからもやっぱり行こうと思って入試受けないといけないですもんね。受験はですね本当にしんどくて、海外の MBA に出願をするのに、まず IELTS か TOEFL って英語のテストと、あと、GMAT か GRE って英語で受ける学力テスト、英語で、言語と、数学を受けるっていうのがあるのと、500字とか1000文字で英語で なぜ自分は MBA に行きたいかっていうエッセイを書くのと、自分の会社の上司とか学校の教授とかに2通から3通くらい推薦状を、これもまた英語でもらわなきゃいけないのとっていうのを、同時並行で全部点数を取るための勉強をしつつ、エッセイを書きつつ、推薦状をお願いしつつっていうのを全部同時並行でやらなきゃいけないので、死にそうに辛かったです。すごい天才。英語もそうだけどさ、海外 MBA に行くってやっぱり何のハードルが高いかっていうとお金がかかるじゃないですか。通常で行くと
授業料が2年間でバブソンの場合1100万円で、あと生活費も日本よりも高いので全部で1500万から2000万近くかかるっていうのがフルで払ったらそれくらいになりますね。それどうやって調達したんですか、資金は。私はですね、全額払うと直近的に不可能だったのと、なかなか日本で教育ローンを組むのが難しかったので、まずは何かしらの奨学金を取ることが前提でした。受験した学校、バブソン以外も含めて奨学金も申請をして、で最終的に、バブソンから、6割くらい奨学金という形で返還の必要のない奨学金なので、実質4割程度の授業料でいけると。多分熱意がね伝わったと思うよ、学校にね。そうですね、相当奨学金もらってもまだ足りないって3回か4回くらい言ったのでしつこい日本人だなって思われたと思うんですけど、それでもやっぱり足りないということで、そもそもバブソンから初めに提示された奨学金が4割くらいだったんですけど、6割までできない英語でなんとか交渉をしたのと、それでも足りなかったので、親に一部借金をさせてもらったのと、それでも足りないので、クラウドファンディングで授業料を集めるっていう形でなんとかギリギリここに来ることができて貧乏学生生活をしていると。すごい、それ普通途中で諦めちゃうよね。クラウドファンディングのその集まった金額はおいくらでしょうか？手数料含めて300万円くらいです。支援をしてくれた人たちに対してはどういうお返しをするんですか？基本的には、留学のレポートですね。こっちでどんなことを学んだりどんな経験をしているかっていうのを、毎月レポートするっていうことだったりとか、あとは、ボストンならではのスタートアップとかNPO とかの事情をこれからですけどレポートする予定だったりとか、あとはですね、これは特に受験を考えている方から、オーダーが多かったものですけれども、私がその作ったエッセイとポートフォリオを、公開しますっていうのなんかもリターンにしました。さて次回はまたまた初登場です。名古屋商科大学の MBA 女子が登場します。